はい、こんにちは。こんにちは島村楽器三宮オパ店デジタルマーチャンダイザーの DJ 萩です。で、こちらがはい、DTM とシンセサイザー担当の福島と申します。よろしくお願いします。いつも一人でやってるんですけど、この人ミディ検定1級持ってるっていう DTM の変態の人なんですけど、今日作曲系の動画になるので別動画で曲を作ってもらおうと思いますので一緒に参加してます。よろしくお願いします。いつも一人なんですけど今日2人なんでマスクつけてます。今日の動画はこちら DDJ-SB3 で曲が作れるって知ってましたかっていう動画です。 DDJ-SB3 とセラートスタジオ、これを一緒に買えば曲が作れちゃうっていう動画です。今日は僕も初耳でございます。セットで5万5千円で DJ もできて曲も作れます。やばくないですか？ やばい DDJ-SB3 持ってる人だったらセラートスタジオ買えば曲も作れちゃうんですよ。憧れの曲作ってプロデューサー兼 DJ ができちゃうわけですね。5万5千円って安いんですよ。このセットで DAW とコントローラーとインターフェースが手に入るわけですよ。お得ですね。僕ですね。かなり画期的です。やばいです。早速紹介するんですが、今日は、DJ やってる方向けなので超初心者目線で大雑把なところの紹介をしようと思います。で、細かい紹介はこの人が作曲するときに別撮りでという感じでやろうと思いますんで、SB3 でどうやって作曲できるかみたいなふんわり紹介しようと思います。早速やってみましょう。まずセラートスタジオの画面がこちら。じゃあまずどういう曲ができるかっていうのを一回聞いてみましょうか。こんな感じですよ。かっこいい感じですよね。これ作れたら嬉しいですね。こんな感じの曲が作れるっていうのが分かったところで、大雑把にどんな感じで使えるかを紹介しようと思います。3つに分かれてるんですよね。左上と右上と下、3つに分かれてます。まず右上がトラックですね。こんな感じ。トラック1234っていっぱい増やせるんですけど、ここがトラックです。で、今例えばドラムのトラックを選択したんですけど、これの中身が左側、下になるこの8個のパッドでここに連動する。やべえ、これだけでなんかいいよね。 MPC っぽいよね。ずっと遊べますね。右下のパッドでさっきねなんか展開ついてたと思うんですけど、こんな感じ A メロ B メロとかね、イントロとか、これがシーンなんですけど、こんな感じで切り替えができると。でトラックは共通してて、打ち込みの内容だけ変わる感じですね。で下のねここが、パソコンの中身ですね。ちょっと広げると左側から順番にいくとセラート DJ ライブラリっていうのが DJ で使ってるフォルダがそのまま出てくるんですよ。でプロジェクトが曲っすね。でドラムがドラム音源なんだこれ、オーディオサンプル。これがねちょっと鳴らそうか、こういうやつね。簡単に言うとループ系だったりとかフレーズ系ですね。これ後でどうやって使うか紹介します。ここはエフェクターが入ってるとこで、ここが音源です。これねセラートスタジオをダウンロードしたらこれいっぱい入ってるんですよ。さっきのサンプルもそうだけど、これも一緒にダウンロードされる。結構たっぷりですね。ピアノとかやばいでしょ、リード系などなどね。次ここがプラグイン、マッシブ入ってる。マッシブとか他のメーカーが作ってる音源とかもダウンロードできるんですよ。でここがパターン、ドラムパターンですね。でここが何これ、ファイル。もうパソコンの中そのまま直接見れるやつ。下がパソコンの中身ね。でもちろんですけど SB3 のここで移動できるんですよ。これでこうね、やばいね。これ普段使ってる調子でね、グリグリ回してる踊ってできるのが楽ちんですね。そうって感じです。大体の構成なんで、この画面はこの3つに分かれてるという感じですね。で右上のとこ使って簡単に曲作ってみようかな。でまず何ができるかなんですけど、まっさらな曲今立ち上げたんですけど、開くとドラムの音源が起動しますね。例えばここでこんな感じでなるじゃないですか。で右側の再生ボタンを押すとこんな感じで再生するわけですよね。再生ボタンの上のQボタン、これを押すと録音状態にできるんですよ。今ずれてるよね。あえてわざとだよ、これわざとやったんや。ちょっとずれてますよね。それを防ぐためにこのボタンを押すとクオンタイズって言ってずれてるの修正してくれるやつね。はい、ずれてるの修正してくれるので、これで打ってみます。
ちゃんと入りましたね。うんうんうんね、大丈夫でしょ。こんな感じ。こんな感じで打ち込みができるわけですけれども、こんなね超基本的なパターンしか打ち込みできないんですけど、ここのパッドの横のループボタンね、ここで左右やるとメイクってところのジャンルが変わってるの分かりますかね。はい、変わるんですよ。これで自分の好きなジャンルを選ぶんですね。ヒップホップにする。じゃあヒップホップでどうぞ。ヒップホップにして上のオートループ、これを押します。パターンが自動で入りましたね。こんなのちょっとかっけえのを入れたかったです。もう一回押すとパターンが変わるんですよ。いいね。自分のイメージに近いのが出るまで永遠とやったらいいわけですよね。あ、これいいと思ったら、これにしたらいいわけです。で、後でちょっとここだけ修正したいなとかあったらこんな感じで入れたらいいわけです。これね、例えばキックを選んだ状態でローを上げたりもできるんだよね。ちょっといじったりもできるんですよ。 EQ で。フラットが分かりやすくないですか。こんな感じでいじれるわけですね。音が作れる。で、ついでにもう説明しちゃうとエフェクターも追加できるんですよね、これね。じゃあディレイに。ディレイ、なるほど。こんな感じ。今ドラムをやったんですけどね、この下のこの3つ、アットドラムス、アットサンプルス、アットインストルメントス、3つあるんですけど、この3つのタイプのトラックが追加できると。さっきドラムやったんで次サンプルやってみます。するとね、下のフォルダのところが自動的にサンプルのフォルダに変わるんですけど、例えば再生しながら鳴らしてみる。で、これでいいなと思ったらロードを押すんですよね、左側のね。このサンプルがね、チョップされてる。チョップってわかるかな。サンプルをなんかいい感じのとこで区切って鳴らすってやつね。この見た目なんかももろホット Q のありさまですよね。これも同じようにここのボタンでね、こうどのタイプでチョップするか決めて、エンドレススライサーとかファインドサンプルとかセットランダムとかあるんですけど、それでここを押すと自動的に変わるんですよ、チョップポイントが。でもちろん自分でやってもいいんですよ。これとこれ一緒やんみたいな、これいらねえって言ってセットスライサーにすればいいのかな。でこれで自分の好きなとこいけるんですよ。ここが欲しいとかだったらここでホットキーを押したら設定されるっていうのもできるし、ずらしたりもできるんだよね。でどうやるかというと、いいのを探すんですよね。ドラム流しながらこれいいかいきますね。これって感じですね。いけるわけです。今1小節でやってるんですけど、このね右側のループを押すと2小節とか増やせるんですよ。24816みたいな、8小節までか最大で。ちょっと難しくなっちゃうんで1小節にします、今回は。あともう一個ついでにここで紹介したいのが、これ今適当に放ったんですけど、右上の BPM でテンポが変えれるわけですよ。速さこれ変えるとついてきてくれるんですよね、自動でね。さすが DJ ソフトウェアって感じで、あとついでにここにキーがあるんですけど、変えると音程も変わってくれるんですよ。いやー、それはまさかっすね。メジャーに変えたらメジャーになるのかな。あ、なったよね。メジャーにマイナーメジャーも変わるんだ。すげえ。何がいいキー？ E のマイナーとかですか？ E のマイナーにしましょうか、今回。すごいよね。こんなんだって分かんないもんね、キーなんて。次ね、音源。アットインストルメントな音源なんですよ。すると下が音源になったわけですね。ピアノっぽいので。この上のやつ。これにしましょう、これに。で、左側ね。ドレミファソラシドが弾けるんですけど、今ここねマイナーにしてるからちょっと気持ち悪かったけど、メジャーにするとドレミファソラシドっぽくなるよね。このボタン外すと半音階になるんだよね。
半音階になるとちょっと作曲難しくなっちゃうんで、これを押すんですよ。するとこんな感じでいけると。で和音ここでね、モノにしとくと和音にならなくて、ポリにすると和音になるんでね。でさらにこれコードボタンを押しておくとコードがなってるんだよね。ね、これはいいや。ミディ鍵盤も使えるんですよ。だから鍵盤弾ける人はミディ鍵盤で入力したら OK ですね。後で使ってやってみます。もうこれに入れておきます。適当にやったという感じですけど、こんな感じで曲が作れるわけですね。で今ね、ここでイントロが鳴ってるんだよね。でこれをこうやるとコピーされるわけですよ。同じ音をコピーしたのでこうやって、でイントロはドラムなしとかね、でこっちに行くとドラムが入ってるとか、そういうのが作れるんですよね、簡単にね。で下にねブラウズって言って曲の中身フォルダが見れるのが下って言ったんですけど、実はこの右側にソングビューっていうのがあってね、これを押すと下がソングモードになります。そこにこのイントロパターンとか、今じゃあ A メロをね貼り付けるんですよ。品を並べていく。そう、作ったイントロ A メロとかね、フックとか作ったやつをここに並べていくとって感じですね。複製もいけんだね、普通に。大物パッとね思いついたから、コマンド D ですね。こいつでクリケートしたら、普通に曲っぽいよね。超絶適当に作ったんだけどいけるじゃんこれで。この状態でね、この下のマスターのとこをねクリックするとバーンとなんか出て、マスタートラックが見れるんですよ、これが。でマスタートラックにもエフェクターがかけれるんですけど、マスタリング系のエフェクターがいっぱい入ってる。ブライトナー EQ とかマスターコンプとかリミッターとかあって、これをこれでいじれるんですよ。こっちかな、これでオンオフしていじる。これでマスターにコンプとかリミッターもかけれるんでね、完成したらこれなんて書いてる、エクスポートソング。エクスポートソングやると WAV だったり MP3 で書き出しができると。ちゃんとステムスで書き出せるってのもいい。ステムでもいけるのね。でやると書き出しがされると。途中作曲なんかやったことねえよみたいな人は何言ってるか分かんなかったりもするかもしれないですけど、何しろ SB3 でこのソフトあれば曲が作れるんですよ。これやばいよね。今日はとりあえず SB3 でやったんですけど、実はねセラートスタジオに対応してるハードウェアって結構ありまして、例えば一番安いのだとパーティーミックスとかね。でもこれパッド4つしかないからちょっともう8個欲しいですね、この感じのソフトウェアだったらね。とかね SB3SX とか SR2 ももちろん対応してますし、ヌマークのミックストラックもいけるね。S9 もいける。SB2 もいけますよ、1個前の。SB もいける。そうなんだ。ですね。なんかパッドがついてるやつでだいたいセラート対応してるのだといけるんじゃないかという感じですよね。はい、だからここ見て自分の機材が対応してるって方はセラートスタジオ買ってみてはどうでしょう。最初は別途買う。セラートスタジオ、このソフトウェアを島村楽器のいろんな店舗で買ってもらえれば使えるようになる。はい、ということで今日は SB3 で作曲やるという流れで紹介させていただきました。どうでした？ここまで1枚のアートラックができちゃうっていうのはなかなか衝撃でしたね。僕古臭い ETM しかやったことなかったんでびっくりでした。やばいでしょ。面白いですね。今日初見だよねこれ。初めてですよ。この後、メディ検定1級の福島がこれを使って作ってみるというのをやってみようと思います。要は大雑把に説明した後で別動画でどのぐらい作れるかっていうのをちょっとやってもらおうかなっていう感じですね。初めそのお話もらう時にこっそり練習しようかと思ったんだけど、やっぱやめとこうと思ってねちょっと僕も初見みんなと同じようにじゃあちょっとパッと見せられてやってみようかって感じで、今からちょっとドキドキしますけどやらせてもらいますんで、やってもらいながら俺が横から説明するみたいなやつをこれの後撮りますんで、ぜひそっちも楽しみにしてください。はい、お願いします。 SB3 で作曲の導入編の動画はこれで終了になります。ではまた続編をお楽しみに。ありがとうございます。ありがとうございます。